さてどうも、パリの動画も終盤になってきました。今日はですね、パリ7区にあるボンマルシェという百貨店に買い物に来てます。Je voudrais un filet de bœuf sans barbe, 400 grammes s'il vous plaît. 400 grammes. Ça va, ça va. Merci, parfait. そんなわけで牛ヒレ肉買いました。フランス料理といえばやっぱり牛ヒレ肉も非常にイメージとしては強いんじゃないですかね。この買い物してるボンマルシェという百貨店は世界で最初の百貨店とも言われてます。ボンマルシェってフランス語で安いっていう意味なんで、その昔やはりね少し安めのものをたくさん売ってたらしいです。パリに住んでた頃はたびたびここに来ててちょっと懐かしいですね。ボンマルシェの食料品館は初めて来た方とかはまあびっくりするでしょうね。この食材の豊富さ、野菜の種類は桁違いですし、なんならナッツとかもねフレッシュで何種類も売ってんですよね。とにかく見てるだけで楽しいです。さあ、そして買い物を終えてパリ滞在中に大変お世話になってるアパルトマンへ帰ってきました。最初は慣れないこのアパルトマンの生活だったんですけども、後半ぐらいからは自分の家かのようにね、だいぶリラックスできてたんで、また来るときはこんな感じで民泊したいです。さあ、これから牛ヒレをローストして、あとはですねカレー風味のココナッツソースで仕上げていこうと思います。このソース僕結構好きで、ちょっと簡単にアレンジはしたんですけど今回、でもね日本でもやろうと思えば全然できるレシピだと思うんで、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。まずはニンニクとエシャロットですね、みじん切りにしておきましょう。さあ、そしてお次にこの丸いズッキーニ。まだ季節が8月の下旬だったんで割と暑くてですね、肉と一緒に食べるのはこれぐらいみずみずしい野菜がいいかなと思ってチョイスしました。どちらかというとこの丸い形状の方が味がしっかりしてる印象ですね。食感も少しホクッとしてかぼちゃを思わせるような感じもします。お次は牛ヒレですね。事前に塩をしておいて味をしっかりと染み込ませておきます。そしてフライパンを用意してオリーブオイル引いたら、かなりしっかりとフライパンを熱くしておきます。両面香ばしく焼き色をつけたかったんですけどね、割と水分もしっかり含んでる肉質だったんで、1回だとねどうしても焼き色がしっかりつかない感じでした。とは言ってもね、あまり急激に一気に熱加えたくはないんで、30秒から1分ぐらいですかね、一旦焼いたら引き上げます。そして1分ほど休ませたら、また熱々のフライパンの中で再度熱を少し加えながら焼き色をつけていく流れです。いいですね。ようやくいい感じに焼き色ついてきました。こんな感じで同じように反対側も焼き色つけます。はい、これで OK です。香ばしくなってきましたね。フライパンの底にもうまみがこびりつくんで、それもしっかりとこそげ落として牛肉にまとわりつかせたらもう引き上げてしまって、次はズッキーニそのまま加えていきます。フライパンに残ってる牛肉の香りだったりうまみ、それをこのズッキーニに吸わせるイメージ。そうすることでこのズッキーニがまたワンランク上の美味しさになるんです。多分なります。自信あります。いいんじゃないですかね。両面強火でしっかりと焼き色をつけて、もうこうなってきたらほぼ焼く仕事は終わりが近づいてます。さっきまで使ってたフライパンにニンニクと、あとローズマリー、バター、そしてたっぷりの黒胡椒です。これで焦がしバター作っていきます。焦がしバターを作ったら、先ほど焼き色をつけておいた牛ヒレ肉をこの中に加えて焼き油をかけていきましょう。この焦がしバターがまた牛肉にいいアクセントを加えてくれます。ちょっとねバターが足りなかったら足してください。バターを溶かし入れてからは両面1分ずつぐらいですかね、弱火で加熱します。さあ、そしたら横では
ソース作っていきます。エシャロットはほんのりと甘みを出すイメージで、ニンニクは香りをねしっかりと引き出します。弱火でじっくりとニンニクとエシャロットを炒めてる間に牛ヒレ肉はオーブンの中に入れていきましょう。たっぷりのローズマリーを下敷きにしてそれをクッションにして牛肉を置いてオーブンで火を入れていきます。ローズマリーがクッション代わりになって牛肉にダイレクトにフライパンの熱が伝わりづらくなるんで優しい火入れが実現できるってわけですね。エシャロットとニンニクが十分に炒まったらカレー粉を適量加えてフォンドボーも入れて煮詰めます。そこにココナッツミルクですね。もうこの時点でだいぶ勝ちが見えてきてます。だいぶ美味しいです。牛肉は片面 2,3 分オーブンに入れてもう一回ひっくり返して 2,3 分オーブンで火を入れたら引き上げて、これぐらいでねだいたいいい感じになったんですよね。もうあとはソースが仕上がるまで牛肉には休んどいてもらいましょう。仕上げに生クリームです。これだいたいフォンドボーと、ココナッツミルク、生クリーム同量ぐらいですね。で黒胡椒がっつりと振って甘ったるくならないようにするための役割です、黒胡椒が。あとフィレ肉休ませてる間に出てきたお肉のジュースと焦がしバターも少し加えましょう。これでまたねソースがね一段と美味しくなります。塩がもし足りなければ加えて味を整えて、ズッキーニは再度温め直します。さあというわけで牛肉カットしていきます。完璧じゃん。うわ気持ちいいマジ。いい感じに火が入ったんで盛り付けドレッセンに行きます。もうあとはたっぷりとソースかけます。せっかくの断面が完全に隠れるぐらいソース決めちゃいましょう。いやもうパーフェクトですね。パーフェクト。牛肉の火入れはもう言うことないですし、なんて言ったってこのソースがうまい。なんだろう、今の気温にね合ってる気がするこのソースが。いやフィレうまいっすね。やっぱフランスのフィレ好きだわ俺。フランスの赤身肉にしかない個性がね、これがいいんですよね。ロケットのサラダがまたうまいんですよね。何気なくどこにでも売ってるけど、ズッキーニも美味しい。味がしっかりしてるんですよね。水っぽさも全然ない。育った国で個性変わってきますよね。柔らかいんだけど噛み応えもやっぱあって、それなりに噛めば噛むほど味がこう出てくる感じがこれなんですよね。というわけでフランスの牛肉で作るフィレ肉のローストと、あとはカレー風味のココナッツソースでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。